今回こちらですね。前回正国水本焼き尺か。今回これ前回正国さんが家事やって研ぎまでやってるらしいんですよ。だけどそのお客さんがちょっと僕の研ぎで仕上げ直ししてほしいっていうことで、本当にありがたいですね。めっちゃ綺麗よ。歪みとかもあんまなくてめっちゃ綺麗なんですけど、鍛冶屋さんの研ぎというか、さすがに刃付け設備は全然違うと思うんで、きっちり綺麗にリメイクしていきたいなと思います。は抜けるって聞いてるんで、ちょっと抜いていきます。さあ、まずは絵を抜いていく。これね、今カメラ見やすいように左手でやってるからマジで下手。怪我せんといいですよね。綺麗よな。鍛冶屋さんでこれできるんやもんな。すごいよな、ほんま。これを8面レール風に研ぎ直していきます。とはいえね、うっすらやっぱ曲がってるんですよね。こう表に沿ってるというか、これがもともとなんか経年でこうなったのかちょっと分かんないんですけど、直していきましょう。はい、歪み取っていきます。研ぐとはいえやっぱ表面にタガネ入れるのは若干抵抗ありますよね。表から叩いたら裏に曲がるっていう原理で、表に曲がってるので表にタガネを入れていきます。裏も多少は入れます。はい、成形からやっていきます。成形と同時にちょっとやっぱ刃つきすぎてるんで、ある程度研ぎ代を残すというか、若干刃をごつめにする意味もあります。裏研ぐんで、さっきの工程ないともうすぐ破れちゃうんですよね。当てては見る。見てる時間長いですね。今は裏を掘り直してるというか、結構裏押しもきつめに当たってるんで、全体を掘っていってます。先の方もね、しっかりえぐっていきます。次背中ですね。背中結構なんかいびつに丸いというか、角を立てつつでも指は痛くないような形を狙って作っていきます。次平ですね。平は凹凸はあんまないんですけど、かなり丸くなってるんで一回ある程度えぐります。あとさっき入れたタガネの傷も消していきます。この包丁を作った名工前海正国さんね、この夏にお亡くなりになったんですけれども、本焼きの名手ですよね。これ研がせていただいてめっちゃありがたいし、でも何でも順番というか世代交代って絶対あるんで、玄海さんに負けないようにね、これから僕も頑張っていきたいなと思いながら研がせていただきました。本当ご冥福をお祈りします。そんなん言うてたら切り刃を、特にしのぎをしっかり縦にいっております。これもムラを取るというかは、さっき平をだいぶ触ったんで、その分しのぎが切り刃側に寄ってきてるんですよ。それをまた中心に押し戻していくような感覚です。ほんましのぎの調整なんで、砥石に当てては見ですよね。見ることがむちゃくちゃ大切だと思います。研いでるより見てる時間が絶対長いですからね。研ぎ師っていうかミ師ですよね。
まあ途中経過ですね。結構平としのぎからえぐったんでかなりパリッと立っております。包丁と曲がるんですよね。これ分かるか、これ分からんかこれ。はい、ドローン、工場の中でドローン、はい、また同じですね。表といたら大体表に曲がるんで、また表から高値入れて歪み取ります。わかるこれ治ってんの誰がわかるんやろかと思いながら撮ってました。はい、またドローン。いや、わかんないんですよね。でもあの曲がりがあるとほんままっすぐ研げないんですよ。あんな微妙でも。それが難しい、この包丁ミシの難しいところですよね。で歪み取ったら基本的に裏は絶対直す。平も高値入れなんで消す。でまあその歪み取ったからここがやっぱもうちょっと減らさなあかんなみたいなところが見えるんで、そこを重点的に取っていきます。で次キーハですね。もうさっきしのぎはほとんどできてるんでちょっと微修正して、あとはもう刃先を薄めていきます。これが一番研ぎ師っぽいところですよね。刃を薄めていく。失敗して破れたら形趣変わっちゃうんで、もう製品にはならないですね。修理でもすげえ形変わっちゃうんで失敗です。慎重に刃を薄めながら、刃を薄めたらまたなんていうんやろ、切り刃が丸く山なりになっちゃうんで、それを抜いていく、フラットに抜いていくっていう作業もやってます。切り刃を縦の面に変えていきます。まあ大きい目的はムラを取ることですね。横に研ぐだけよりも縦にやったらさらに綺麗になるというのが目的です。これ指すりそうでめっちゃ怖いんですよ。砥石と指スレスレなんで。でも慣れたら一番楽しいですね。塗り絵ですこれは。はい、砥石円筒作業は全て終わりました。まあ自分で言うのもあれやけど綺麗よな。はい、さらに平前砥石っていうんですけど、回転砥石では取りきれないちっちゃいムラを取ってさらに凹凸をなくしていきます。あ、これオイリ君から買った面直しのやつね。こんな使い方してたら怒られそう。そう、この前オイリ君とひよこちゃんの結婚式行ってきたんですけど、いやもうその時に包丁関係の人と話してきたのすごい楽しかったんですけど、あとなんていうのインフルエンサーの方ともすごい話させてもらって、めっちゃ刺激受けて、あ、これはちょっと俺も動画作らななと思って重い腰を上げて今回やりました。まあ工場を新しくしてからむちゃくちゃ忙しかったんですけど、やっとちょっとだけ落ち着いたというか気持ち的にも楽になってきたんで、なんかいい感じの修理があればたまに作るかもぐらいで考えておいてください腰上がってるのかどうかわからんっていうね。でまあ修理な受ける、まあ、大っぴらに受けますとは言ってないですけど、まあ、せっかくこの動画見て修理してもらいたいなともし思ってくれたんやったら、まあ、連絡くれたら、コメント欄は無理やけどなんかインスタとかフォローしてくれて連絡くれたら、もしかしたらタイミングが良ければできるかもぐらいの感じでふわっとさせときますわこの辺はでもちょっとお値段はちょっとしますね。まあいい包丁とかやと特に買った値段の半額ぐらいかなと思っております。まあ大体包丁って大きく分けて鍛冶と刃付けに分かれとって、その半分をやり直すみたいな感じなんで、まあそれぐらいの値段をいただこうかなと思っております。僕からこの八面玲珑
で買ってくれた包丁はちょっとまだ考えてないですけど、そんな無茶はしません。無茶っていうか無茶、多くはいただきません。でマチスリですね。集塵機全然吸わんですよこの工程作業手前すぎてもう全く吸わんですよ。これだけね、もうこれだけ諦めてます。でさっきのだいぶ粗く削れるんで、大きい形作ったところを細かい目で仕上げていきます。で裏バフ磨いていきます。これ集塵機修正、また修正、ほら吸うでしょ、ちゃんと吸うんですよ。めっちゃ吸う集塵機なんで、これちゃんと吸えば吸うんですよ。ぐらい。はい、電気つけた。ライト1個あるだけでね、その包丁に傷があるないが見え方全然変わってきて、今まだそのライティングを結構研究してます。どうやったら一番傷がよく見えるのかとか、まだね、あとできて間もない工場なんで、いろいろ手探りで改善を探してます。はい、バフね、ほとんど当ててないんですよ実は。マチと背中と、裏だけ。これ切り葉以外を鏡面にするっていうご依頼なんで、まあ今はこんな感じで、ここから鏡面作業なんですけれども、もう鏡面はねやっぱりちょっとあれです。はい、ということで鏡面してきましたね。ちゃんと自分ではやってるんですよ。まだ掃除してないんでね、ちょっとなんていう手袋の跡みたいに残ってるんですけど、まあまあきっちり鏡面で、波浮かし、ちょっと波がね薄かったんですよねこれ。まあそれ包丁のなんていうの個体差結構あるんですけど、あとまあここすごい明るいライトなんで若干見にくいなっていうのもあります。でなんか波の下にもう一個変な模様があって、まあ本焼きなんでね結構いろいろですね。でもう小刃付け裏押して、これ裏押しね、僕今まで裏鏡面は実はもう立てて切りは口だけちょっと裏研いでたんですけど、まあでもやっぱ裏押しちゃんとやった方がいいよなと思って、傷絶対多少は入っちゃうんですけど、考えた結果刃を立てずに全体的に裏押しすることに今回してみました。でこれロックスターの4000とかなんですけど、まあ、今はね皿というか1個も裏押しない状態なんでこんだけ当ててますが、もう基本的には裏押しは前から出たバリを取るだけにしてください。コバできるだけ薄くしてくださいって言われたんですけど、表面やるとどうしても丸くなっちゃうんで、ちょっと1000番ぐらいでは軽く当ててます。でこちらに新しくちょっといただいたんですけど、オオズクアサギっていう天然砥石、むっちゃいい歯つくんですよこれ。めっちゃ嬉しい、ありがとう。
はい、仕上がっております。平と裏鏡面。切り刃はもう砥石天然で当てたいんで置いといてくださいっていうことで、若干400番ぐらいの傷が残った上に鏡面かけたんで、もうちょっと浅くはなってるかなっていう感じですね。ちょっと黙ったんですけど、息を飲んでくれましたか？はい、ビフォーアフターやっていきます。はい、最近頑張って絵もつけております。元の絵をこれはつけたんですけどね。長々と最後まで見ていただきましてありがとうございました。これからまたね、そんな頻度は高くないですけど、動画頑張って作っていきますんで、よかったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。では、はじめんれいろ清水萬世をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。